普段何気なくやっていることがパクリになるかもしれません。アンディ・ウォーホルやナイキなど実際に起きた4つの事例からどこまでが参考でどこからがパクリなのか、そしてその疑惑の後に何が起きるのかを解説していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。それパクリですよね。あなたも突然そんな風に言われる日が来るかもしれません。もしあなたが何が良くて何が悪いのか自覚していないなら危ないです。例えば何かを作成するときに参考にすることってありますよね。その参考がどこからアウトになるのか説明できますか？これはデザインやイラストに限った話ではありません。文章、料理のレシピ、動画、企画書、何かを作る人であればみんな当事者になり得ます。これ逆の立場もあり得ます。誰かの作品を見て、あれなんだか自分のと似てないかなって思った時、自分が指摘する側に回ることもあります。で、今回はそのパクリについて分かりやすく解説していきたいと思います。ご存知の通り、私は法律の専門家ではありません。でも自分の身を守るための必要な知識は身につけてきました。これは特別なことではなく、今日からあなたも実践できます。それをこの動画でシェアしていきたいと思います。紹介するのは実際に起きた4つの事例とその先の結末です。果たしてどんな末路になっているんでしょうか。ということで、この動画を見るとどこまでが参考でどこからがパクリなのか、パクリだと言われた人の4つの結末、それらに対する最強の自衛策がわかります。ぜひ最後までご覧ください。ここで一つお知らせです。私のイラストレーター実践講座が期間限定で 20% オフになる特別クーポンを配布しています。イラストレーターの基本をお得に学びたい方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。事例1、アンディ・ウォーホルの敗訴と賠償。はい、それでは一つ目の事例から見ていきたいと思います。一つ目の事例が皆さんご存知アンディ・ウォーホルで、本当に裁判まで行き賠償まで行ってしまったケースです。で、一応デリケートな動画なので補足しておきますけれども、動画内で使っている画像は出典を明記し、最大限の注意を払って作成しております。で、話を戻しますけれども、この事例で学べることは、何か加工したとしても賠償に至るケースがあるということです。実際どういうことなのか見ていきましょう。アンディ・ウォーホルはミュージシャンのプリンスの画像を使ったことで訴訟されています。その作品がこちらです。もちろん勝手に使ったわけではないんですが、この作品は写真家から一度だけ参考に使う許可を得て作成されました。でも実はその時ウォーホルは16パターンもの作品を作りためていました。めっちゃ作ってますよね。で、しばらく時が経ち、そのうちの1点が雑誌の表紙として有料で使用されました。で、写真家は当初の許可範囲を超えた商業利用だとして訴えます。その時もうすでにウォーホルは亡くなってしまっているんですが、裁判は写真家側が勝ち、ウォーホル財団側が$21,000、約300万円を超える金額を支払う形で決着しました。これ結末としてはウォーホル側の賠償ということになったんですけれども、ウォーホル側の主張が学びのポイントで、ウォーホル財団側は元の写真をそのまま使ったのではなく、色や表現を大きく変え、別の意味を持つ作品にしているため問題ないという主張をしていたんですね。しかし裁判では見た目を大きく加工していても雑誌の表紙として商業利用している点が重く見られました。つまりは加工したから安全ではないということになります。例えばよく見かけますよね。人物の目に線を入れてちょっと隠してあるやつ。あとはフィルターをかけてイラスト風にしたからセーフみたいな。そういったものはこの事例からいくと安全ではないと言えると思います。で、さらにその後ウォーホル側はどうなったのかというと、財団が解散したり、ウォーホルの作品の価値が下がったわけでもありません。約300万円を支払って金銭で決着ということになりました。これが一つ目、法律で決着がついたケースです。でも別の形で決着する場合もあります。次はそちらを見ていきましょう。事例2、
江口久志さんの社会的制裁。裁判で負けなくても仕事は止まる。続いて覚えている方も多いでしょう。江口久志さんのルミネポスター写真トレース疑惑。こちらやっていきたいと思います。結論から言うと、江口さんは裁判で著作権侵害だと言われたわけではないんですが、社会的、そして商業的な制裁を受けることとなりました。その概要はこうなっています。2025年、江口久志さんが手掛けた広告イラストについて、モデルとなった女性が自分の写真が使われているのではないかと問い合わせたところから問題が発覚しました。その後、江口さんはインスタグラムで見つけた女性の写真をもとに描いたと SNS で説明し、本人とは問い合わせ後に合意したとしています。しかし、事前に許可を取らずに広告へ使用していた点が問題視され、さらにデニーズやゾフなど作品の使用停止や確認作業に入り、事態がどんどん大きくなっていたという経緯です。この件は裁判で著作権侵害が確定したという事例ではありません。モデルとなった女性とは後日和解したと説明されていますが、それでも企業側は裁判の結論を待つでもなく、広告の使用停止など仕事を取りやめる動きとなりました。つまり裁判まで行かずとも権利関係に問題がある時点で現実の仕事は止まるという事例です。怖いですね。東京五輪のロゴ問題もあった佐野健次郎さんや古藤つさんなんかもおおよそこの流れで仕事が引き上げられています。現代だとリアルに起きそうなのがこちらの事例です。で、結局江口久志さんはその後全く仕事がなくなったのかというと、意外とそうでもありません。以前からコラボを続けていた紅乙女酒造さんは2026年の現在も関係を継続しており、江口さんのイラストを使ったサマーキャンペーンを実際に行っています。佐野さんも琴摘さんも結局廃業したわけではなく、現在でもしっかりとデザイン関係のお仕事をされています。では続いて、疑われたけれども問題がなかったケースを見ていきましょう。事例3、ナイキの場合はパクリではなく参考。続いてナイキの場合です。ナイキもマイケル・ジョーダンのロゴ、ジャンプマンがパクリではないかと訴訟されていたんですが、こちらは訴えた側が敗訴しました。どんな内容だったのか見ていきましょう。1984年、ある写真家がマイケル・ジョーダンの印象的なジャンプの姿を撮影し、雑誌に掲載されました。それはバレエの動きを取り入れた独特のジャンプポーズでした。で、その後ナイキもジョーダンを起用し、その写真のポーズを参考にして似たような写真を独自で撮影します。この時点でもうすでに参考にしているんで、パクリっぽい要素はありますよね。で、さらにナイキは自分たちの撮影した写真をもとにスニーカーなどでも有名なジャンプマンのロゴを作成し、大々的な商品展開を始めました。これを知った元々の写真家は、ナイキの写真は自分の写真のパクリであり、そこから作られたロゴも著作権侵害だと主張し、訴える事態に発展しました。ここまでがいきさつですね。で、結局裁判に発展したんですが、写真家側の訴えは認められませんでした。それがなぜなのかっていうのがこの事例のポイントなんですけれども、アイディアそのものは独占できないという考えがあるからです。裁判では元の写真とナイキの写真では背景や撮影角度、ジョーダンの体の向きなどに違いがあるとされました。基本的にポーズに著作権は認められないんですね。今回は空中で大きく足を開くポーズでしたけれども、例えばドリブルしているポーズを写真に収めて、それに著作権を認めたら何か創造的なものなんて作れませんよね。そういった誰でも使えるものに著作権は認められないということなんですね。ロゴでも同じですね。丸や三角、四角形を組み合わせたロゴが ZOZO タウンのロゴみたいだって言われても、そこはアイデアレベルで権利として主張するのは難しいです。ただし法律上政府でも世間的、社会的に真似したと受け止められると炎上してしまったりして、
先ほどと同じケースになってしまう可能性はあります。難しいところですよね。では続いて盗作疑惑から逆転勝訴した事例について見ていきましょう。事例4、盗作疑惑から逆転勝訴。続いて盗作疑惑をかけられたけれども最終的に逆転して裁判に勝った例です。ここではあらぬ疑いをかけられた時に自分の潔白を証明する方法がわかります。ではどういったことが問題になっていたのか見ていきましょう。2023年日本画家の梅原幸雄さんが権威ある美術展に出品し会場に展示されました。しかしその作品が約20年前に別の画家が発表した作品とポーズや構図が非常に似ていると指摘され盗作疑惑が浮上しました。どちらもスカートの裾を大きく広げていて似ているといえば確かに似ていますね。梅原さんは元の作品を参考にした事実はなく偶然似ただけだと否定しました。公募展を主催する日本美術院は結果的に他人の作品に類似していると判断し作品は会場から撤去され梅原さんは1年間の出品停止や団体内での役職に関する処分を受けたというものです。これは実際無実の罪を着せられたという状態だったんですけれどもどのように身の潔白を証明したかというと梅原さんは裁判で作成途中の下絵や参考にした写真などを提出し別の画家の作品を真似て作ったものではないと説明しました。その結果裁判所は1年間の出品停止処分は不当だったと判断しました。さらに日本美術院側に220万円の支払いを命じ盗作を疑われた側が逆転勝訴したという結末でした。これ制作途中のラフや参考資料などを取っておいたから良かったものの取っていなかったら大変なことになっていましたよね。いられなどでも同じでよくデータを上書きするだけの人いたりしますけれども別のファイルでバックアップを取っておくことって大事ですよね。データを守る意味でも自分を守る意味でも今日から実施することをお勧めします。ということでまとめです。これまで4つの事例を見てきましたけれどもそこから分かることをまとめていきます。パクリ問題で怖いのは全く異なる2つの基準があることです。1つは法律の基準、もう1つは世間や企業の炎上するかどうかの基準です。法律上は完全にセーフまたは未確定でも世間で炎上してしまうと一瞬で仕事がなくなります。逆に法律的には限りなくブラックでも炎上していないのでそのままスルーされている事例もたくさん存在します。ですから本当に気をつけようと思えば法律的なところにも気をつけなければいけませんし世間の感情的な部分にも配慮しないといけません。なかなかグレーゾーンも多く難しい問題ではあるんですがせめてラフや参考資料作成途中のデータなど自分でできることは今日からやっておくべきかなというふうに思います。皆さんの周りで起きたパクリ問題などがあればぜひ教えてください。私はこの猫のロゴがまんまパクられているのを見かけたことがあるんですけれどもいろいろ考えた結果スルーしました。よければ皆さんの事例なども教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った参考になったと思う方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。